皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢関連のニュースを取り上げていきます。まず今日の最初のニュースは、欧米からの制裁の影響かなと思えるような出来事。ロシア国内において、ロシア製の旅客機がテスト飛行中に墜落するといった事故が発生しました。ロシアは制裁を受ける前であれば、欧米各国からリースされた旅客機を大量に運航していたのですが、ウクライナへの侵略以後においては制裁を受けています。それにより国産旅客機へと乗り換えようとしているのですが、それは必ずしもうまくいっているとは言えないでしょう。それではどのような墜落事故だったかニュースを見ていきます。現地で修理されたロシアの民間航空機がテスト飛行中に墜落。2014年に就航したスホーイスーパージェット100 SSJ-100 が7月12日、ロシアの首都から南東に約90キロ離れたアプラクシノ村近くの森林地帯に墜落した。同機には乗客は乗っていなかったが、乗員3人が死亡した。タス通信によると、ガスプロムの関連会社が所有する飛行機が修理作業後の試験飛行中に墜落したと報じた。航空会社の広報担当者によると、飛行機は航空機製造工場を離陸し、モスクワの別の空港に向かっていたが、離陸から8分後に墜落した。SSJ-100 は国産機だが、フランス製のエンジンなど、西側諸国製の部品を多く採用している。ロシアが2022年2月にウクライナに全面侵攻するまで、フランスのメーカーはエンジンの部品のメンテナンス、設計、製造を行っていたが、2022年3月にロシアから撤退した。ロシアの本格的な侵攻を受けて、アメリカと EU が科した制裁により、ロシアの航空業界は安全飛行に必要な航空機メーカーからの支援を受けられなくなり、飛行中の航空事故が増加している。2023年には約700件の事故が報告され、そのうち400件は飛行中のエンジンの火災やその他の故障、着陸装置の損傷、フラップの故障、誘導システムの故障を引き起こす機器の故障に関連していました。2011年に導入された SSJ-100 はロシアの民間航空業界にとって大きな成果であり、西側諸国の航空機への依存を減らす大きな希望として歓迎された。しかし、この飛行機は就航以来、故障や高額なメンテナンス費用に悩まされ、ロシアの航空会社は購入をためらうようになり、海外での販売もほとんど失敗に終わり、購入した数少ない外国の顧客もスーパージェット100の運航を段階的に中止した。2011年の運航開始以来、墜落事故は以下のように発生しています。2012年にインドネシアでデモ飛行中に墜落、45人が亡くなりました。2019年には緊急着陸時に炎上、こちらでも41人が亡くなり、そして今年2024年に今回の墜落事故、テスト飛行中に墜落し、乗員3人が亡くなっています。ロシアの一つ大きな問題として、基礎的な工業力について欠点があると言われています。ソ連時代においてすでに飛行機類などは作っていましたから、その作るといったこと、それ自体については能力はあります。しかし、安全性や燃費など様々な現代の基準に照らし合わせた総合能力については問題を抱えたままです。その証拠にロシアでは自分の国で航空機を作れるのですが、しかし一般的に使用されている旅客機は長い間欧米のものが使われてきました。しかし、欧米の旅客機を主流とすることは現在では難しくなりつつあります。というのも、2022年のロシアによるウクライナ侵攻に伴って制裁が課せられ、それに伴って航空機メーカーからの支援を受けられなくなりました。また、ロシアの行った暴挙にもまたこの問題を深刻化させる要因がありました。それはリースされて大量の旅客機をロシアでは使っていたのですが、そのまま強奪し自分のものにするといったことを合法化してしまったのです。この損失は大きなダメージを欧米各国のリース会社に与えましたから、このような暴挙に対する反応として、正規のメンテナンスなど全く期待できない状況をロシア自らが引き起こしてしまったのです。そのため、手持ちの旅客機の部品を取ってまた別の旅客機に使うといった共食い整備なども発生しつつあり、それに伴ってリースした機体なのだけれども、もう使えなくなってしまったといったものも出始めています。ですからそのように欧米の旅客機が安全に使えていた時代から整備もできなくて、それに伴って危険になりつつあることから国産の旅客機へ乗り換えようというわけです。ところがここにも今回
記事の中であったように、そもそも国産旅客機だと言いつつも、その中身について重要な部分が欧米製の製品を使っていたというのですから、現在のロシアの工業力には抜けがあることがわかります。そして最大の問題というのは、安全性や信頼性、燃費、出力など様々な面において、ロシアの工業力は欧米に劣っているという問題があります。今回墜落した旅客機に関しても重要な部品であるエンジンについてはフランス製だったということが分かっており、制裁の影響で正規の点検メンテナンスを受けられないような状況だったわけですから、墜落事故に疑われたとしても仕方ない面があります。ただ、墜落原因は現在のところ不明ですから、あくまでもそうと連想させるという状況です。何しろ、ロシアにおいては整備する人間のその質についても現在疑問が持たれていて、戦闘に加わっていない戦闘機も整備不良を原因として墜落する事故なども発生しており、何が原因なのかは本当のところはちょっとわからないのです。ただ、一つ言えることは、本来であれば航空機といった一度事故を起こせば多くの人たちがほとんどなすすべもなく命を奪われてしまうような乗り物ですから、メンテナンスは非常に入念に行わなければなりません。しかしロシアにおいてはそうした面においてずさんな管理が行われている危険性が高いことから、間違ってもロシアでは航空機に乗らない方が良いでしょう。この点に関して言えば日本人でロシア旅行を今行おうとする人はあまりいないとは思います。しかし、友人が行くなんていう話があったら、そんなこともちょっと頭に入れるべきでしょう。次に、ウクライナに対する砲弾支援、その大きな柱の一つとなりつつある、チェコの取りまとめている世界市場からの砲弾調達、これの引き渡しスケジュールが判明しました。ウクライナに対する軍事支援は、主にはアメリカとヨーロッパの国々が行っているわけですが、これに加える形で世界市場からの弾薬調達を進めているのが、チェコが取りまとめをしている砲弾連合です。アメリカはアメリカ国内で作ったものをウクライナへと送り、ヨーロッパ各国においてはヨーロッパ域内の軍需企業が作ったものを調達し、ウクライナへと供給します。一方でチェコの行っているのはこのようなアメリカ、ヨーロッパではなくて、それ以外の世界中の国々のメーカーに対して発注を行い、それらを取りまとめてウクライナへと送るものです。世界情勢といったものは非常に複雑回帰なもので、ある時はアメリカの顔色を伺っていて、ある時はロシアの顔色を伺い中立を装うといったような国もあるわけですが、しかし商売であればどっちでも構わないよといった国は存在するものです。そうした意味で国際市場というのはお金さえちゃんと積んで契約をしてもらえればどこの国に送られても別に構わないよというメーカーや国なども存在するわけで、チェコが行うこのような調達はロシアの発注先を奪うといった意味でも非常に重要なものです。そして現在発表されている砲弾の供給スケジュールなのですが、6月、7月、8月に関しては月5万発、それ以降の9月、10月、11月、12月の年内に関しては8万発から10万発の供給を行う予定だそうです。このため、チェコの年内における砲弾の供給能力に関しては、最大で55万発程度だと言われています。55万発と聞くとなんだ、どんだけかみたいな話を思うかもしれませんが、ウクライナに対する砲弾の支援の柱は他にもあります。まず第一にアメリカからの支援、そしてヨーロッパからの支援、そして今回のチェコの世界市場からの支援です。ですから何も年内55万発だけではなく、それ以外のところからの支援もあるので、ロシアに対抗できるわけです。2024年前半においては、この砲弾不足を原因として、ウクライナ軍はアウディーカからの撤退を余儀なくされました。しかし、このようにして継続的に安定的に砲弾が供給されることにより、戦線は十分安定化させることができるでしょう。実際すでに戦線全体で見れば状況はコントロールされており、ロシア軍が破竹の勢いでウクライナ領土を蹂躙しているわけではありません。ただし、押し返すにはまだまだ足りないといったこともあり、今後どれだけウクライナに支援し、一方でロシアに対する圧力をかけていくか、この両輪をどう回していくかが、この戦争の行方を左右することとなります。最後にウクライナに対する航空戦力の支援について、ウクライナに対する支援としては F16 戦闘機の供与が進められているところです。ただし、年内に関しては残念ながら大きな戦力にはならないということが判明しました。
というのも、現在予定されている引き渡しは夏までに6機、現在のところ引き渡し作業が進んでいる部分、そしてそれ以後に関しても全体では年内20機程度にとどまるだろうと言われています。情報修正があったとしても、おおむね20から24機程度までにとどまるとされています。このようにして、なぜ F16 戦闘機の供与が進まないかといえば、それはやはり扱うのが非常に難しい兵器だからです。戦車を供与するとなって訓練をした場合においては、半年もあればうまくいくだろうみたいな感じで期間を見ることができるわけですが、戦闘機乗りといったものは誰でもなれるわけでもないわけですし、しかもこれまでウクライナ軍で使われていた戦闘機はあくまでもソ連系の流れを組む戦闘機であり、西側の戦闘機とはそもそも兵器体系として違うものです。飛行機に乗るよといっただけでは戦闘機乗りとしては不十分で、実際には火器管制を全て操らなければなりません。そして地上部隊においても整備をどうするかといったところも十分訓練しなければならないし、作戦を考える上でも従来の戦闘機の感覚では十分なものとは言えないわけです。これらに関しても全て入念に行っていかなければならないわけで、思ったよりも時間がかかるといったことが問題として浮かび上がっています。戦闘機乗りとしてウクライナ空軍に所属していた人物であっても、ほとんど一から物事を教えなければならないレベルで F16 戦闘機の習熟訓練は行わなければならないといった状況なのだそうです。とはいえ、たとえ時間がかかろうとも航空戦力を整えることがロシア軍の空軍力を抑えることにもつながりますから、今はひたすら我慢しつつパイロットの訓練が終わるのを待ち続けなければならない時期だとも言えます。ちなみにスウェーデンはこうした F16 戦闘機のパイロット養成が進むのに時間がかかるといったことも受け止めつつ、 F16 戦闘機の供与全体がある程度目処が立てば、自国製の戦闘機であるグリペンをウクライナに供与することに関しても未だに前向きに考えていることを明らかにしています。ウクライナとしては F16 戦闘機の供与が進んできたとしても、そうやって供与されるそばから撃ち落とされる危険性もあるわけで、そのことを考えるとF16 戦闘機その後のさらなる航空戦力の増強といったものも望まなければならないでしょう。これは渡ってきた兵器はあくまでも物質にしか過ぎず、破壊される危険性もあることは戦争なのだから仕方ない面があります。だからこそ今ある計画だけではなく、その次のことも考えて支援は用意しなければならないのです。というわけで今回の動画はここまで。ロシア国内で国産旅客機の墜落事故が発生しました。現在のところ墜落原因は判明してはいませんが、ロシアの航空業界には欧米から課された制裁の影響が大きく出ています。そして今回取り上げたその他の話題としては、ウクライナ支援、砲弾支援に関してはチェコの調達はうまくいっているようで、年内の予定が十分立ったといったことが報道されています。そして F16 戦闘機の供与に関してはまだまだ緩やかな形でしか進まないということになっています。パイロットの育成にはまだまだ時間がかかりますし、また受け入れるウクライナ軍にしても航空基地の整備、特にロシア軍のミサイル攻撃に備えた掩体の整備などに手間取っている話などもあり、あれもこれもとやることが多いウクライナにとっては非常に大変な時期がまだまだ続きそうです。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録して、ウクライナ情勢の情報更新にこのチャンネルを役立ててください。動画を見終わったら評価ボタンのクリック、また役に立ったなと思われる方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。